こんにちは、アカデミアの富尾です。富尾アカデミアニューベーシックは第17回になります。今回ボブレイヤーをカットします。レイヤーの部分は後ろに流れやすくなるようにカットします。基本に近いカット方法で行います。基本を覚えることでヘアデザインのバリエーションが増えます。はじめにこのチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳できますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが、大体のニュアンスはわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。では、はじめに仕上がりデザインをよく見ていただき、全体のバランスやシルエットなど頭に入れてください。ドライカットをプラスした仕上がりのサロンスタイルです。イメージができましたら早速始めていきましょう。では動画をご覧ください。はじめにウェットで基本に近いボブレイヤーをカットします。ブロッキングは目尻の上がったラインから床に平行に近い感じで第1ブロックは取ります。前頭部と後頭部を分ける位置は頭のトップにコームを置いて一番高いところから耳の付け根の後ろで分け取ります。このようにブロッキングします。最初にワンレングスにカットしていきますが、このように両サイドの毛束を取り、センターに集めてガイドを作ります。両サイドのガイドが決まりました。お客さんにとって一番気になる前からの長さを決めてあげると安心されます。フロントサイドからカットしていきます。反対側も同じようにカットします。できましたらバックの第1ブロックも横からの流れに沿ってバックセンターに向かってカットしていきます。次にバックに回って床に平行にカットします。こちら側も同じようにバックセンターに向かってカットを進めます。アウトラインがカットできました。フロントサイドのブロックをこのように前方方向に引きカットします。反対側も同じようにカットしますが、この時にここのところをガイドに垂直にカットします。これで両サイドの長さをチェックします。OK でしたらトップのこのブロックをカットします。前の方にパネルを引き、ここをガイドに床に平行にカットします。次にサイドの紙とつなぎます。もちろん反対側も同じようにつなぎます。できましたらもう一度ブロッキングし、フロントサイドをガイドに耳上にパネルを引き出し、内側のガイドに穴を開けないようにカットします。
次のパネルは縦スライスに取り、今カットしたパネルをガイドにカットします。次も縦スライスに取り、フロント方向に引きカットしていきます。反対側も同じようにカットを進めます。このようにカットするとバックセンターが長くカットされ、後ろに流れやすくなります。バッグ中心部の角を落として楕円形になるようにカットします。こうカットすることで紙をバックセンターに流した時にぶつかり合わずにきれいに馴染みます。次にトップ部分ですが、モヒカンガイドを取り、下のガイドラインの延長線上でカットします。そしてパネルを少し引き上げ丸くカットしていきます。次にフロントトップの毛束をモヒカンに取り、バックでカットした延長線上で角が残らないようにカットしていきます。
できましたら頭の8回りに沿ってフロントサイドもチェックカットします。反対側も同じようにカットを進めます。全体にきれいに溶かしながらチェックして問題ないようでしたらウェットカットの終了になります。ウェットカットができましたので乾かします。ウェットカットスタイルでの仕上がりになります。ではここからドライカットしてサロンスタイルのデザインに変えていきます。バックサイドから毛先にチョップカットを入れていきます。これはなだらかにするのと毛先の表情を作ります。反対側も同じように毛先にチョップカットしていきます。ウェットカットでのパネルの引き出しと同じようにパネルを取り出し、毛先にチョップカットを入れていきます。もちろんこの段階で左右のバランスを見ながら入れていきます。フロントもパネルを上に引き出し、毛先にチョップカットレイヤーに入れます。手ぐしを入れて毛流れを見ながら入れていきます。次にフロントサイドはこのように毛流れと毛束感が出るようにスライドカットしていきます。手ぐしを入れてチェックしながらスライドカットしていきます。
反対側も同じように入れていきます。もみあげ部分も分量調節します。反対側も同じように調節します。できましたので仕上げていきます。紙をよく動かし、全体のバランスを見ながらチェックしていきます。では、バームを軽くつけて仕上げます。紙の内側からつけていき、手に残った整髪料をフロントサイドやトップへと薄く伸ばしていきます。前髪はほとんどつけません。薄く伸ばしたら荒刃を使いシェイプして仕上げます。仕上がってきました。仕上がりです。左側はウェットカットの仕上がりです。そして右側はドライカットの仕上がりです。はい、ボブレイヤー基本のウェットカットとドライカットでサロンスタイルへと変化させました。ドライカット後の仕上げでは立体感を強調しました。もちろんウェットカットでもこのような仕上げをすることはできますが、ドライカット後の方が仕上がり状態を保ちやすくなります。軽さや毛束感など簡単に手ぐしを入れることで自分で作りやすくなります。試してみてください。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では今回の動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。